こんにちは。今日ね、知ってる方も知っていらっしゃると思いますけど、今日は夢に見た対談の日がやってまいりました。もう見ればね、もうどこに来てるか分かると思うので、主に登場していただきましょう。お願いいたします。はい。こんにちは。こんにちは。いやもう亮也さんの今日対談動画ということで来させていただきました。本当ありがとうございます。いえいえ、ようこそ。いや本当、いやもうこの動画でね、当たり前ですけど見るそのまま、そのままですね、きっと。本当にめっちゃ感動しております。私今本当普通の会話させていただいたんですけど、もうそのまんまなんですね。そうですね、動画、そうですね、自分が喋る動画を撮っててもあんまりカットとかしないんで。確かにそうですね、そのまんまですね。対談というか質問コーナーみたいな感じになっちゃうと思いますけれども、今日よろしくお願いいたします。はい、お願いします。めっちゃ用意してるじゃないですか。質問が多分これ用意しておかないと多分真っ白になっちゃうと思って。改めてなんですけど、菜食主義というかビーガンの生き方をされていらっしゃいますけれども、メリット良かった点もう一度お聞かせいただけますか。良かった点、そうですね、体調はすごい良くなりましたね。何が治ったっけな、なんかいろいろ治ったんですよね。片頭痛、口内炎、ここら辺はもう何もできなくなって、いくつも結構改善されたことがあって、一回も片頭痛はもうないんですか？ないですね。だから前までは本当に一回片頭痛来るともう夜まで続いて寝れば治るんですけど、わかります。なんかそういうのがあって、子供の時からずっとあって、だから僕病院とかに親に連れてってもらって、なんか片頭痛用のなんか薬とかもなんか処方してもらったりとかしたことがあって、小さい頃に。そういうのはもう一回もないと思いますね。軽い頭痛がある時は稀にありますけど。私のシェアも片頭痛持ちなんですよ。そうなんです。僕はまだ頭痛軽い方ですけど、彼女は昨日ちょうど発症してた。そうなんです。気圧のあれで昨日台風が来てたんで、だからすごい重かったんですけど、そういうの聞くとちょっと食生活を変えた方がいいかな。いやでもやっぱり食生活は大きいですよね。体作ってるじゃないかなと思いますね。僕なんかもある日突然本当に肉、魚、卵、乳製品を一気にやめたんで、なんかそのうちのどれが片頭痛に影響してたのかっていうのはちょっともう今となっては分からないんですけど。なるほど、そっか。そうなんです。一気に全部やめちゃったんで。なるほど、その切り替えの速さはさすがですね。いやなんかもう本読んでたらなんかもうなるしかないと思って、でその時からですね。もうそれなんていうんですか、未練というか、やっぱりとかそういうのはもう全然。いやもうなんかその本を読んだら食べてらんないと思ったんですよ。もういらねえって思っちゃって。すごいね、切り替えがね。なんかこう我慢して変えたっていうよりかはもう自ら行ったって感じなんで。なるほど。ちょっと一点こう聞いてみたかったんですけど、大豆ミートとかもあるじゃないですか。亮也さんの動画で見立ててっていうものってあんまりなんか見たことないとか感じなくて、でそもそもそれは僕が勝手に思ってるのは、そのお肉が食べたいけど食べない代わりに大豆ミートをこうなんとかっていう、そもそもその考えがないから、動画でやってないのかなと。そうですね、僕なんか自分自身がそういうものを求めてないのであんまり。だから外食行った時にそういうものがあれば食べるっていう感じですけど、例えば大豆ミートの唐揚げとか、あとはなんかこんにゃくで作ったイカのお刺身みたいなやつとか、なんかいろいろあるんですけど、家では食べないですね。揚げ物も以前の動画で家でもされないって。家ではそうですね、しないですね。あんま良くないですよ、油って言ってました。美味しいんでね。やっぱ外食の時だけですね。でもそうですよね。いろいろ大変ですしね。後処理大変ですよね。油捨てないといけないんで。そうですね。逆にデメリットというか、そういったものって何か感じたことはありますか？僕の場合はないですね。ただ人によってはやっぱりこう我慢してやってると、やっぱりそれが原因でこう、普段からイライラしちゃったりとか、食べたい衝動を抑えて無理やりベジタリアンとかになってると、やっぱり逆に病気になるかもしれないですけど、僕
僕の場合はないですね。食べるものがなければまあなくてもいいやっていう感じですね。頭の中でまあもう考え方切り替わってからは、本当そういう感じなんですね。そうですね、ちょっといきなり大きな話になっちゃうんですけど、その人生をかけて成し遂げたいことみたいな、なんかそういう人生の目標みたいなっていうのは何かありますか？人生の目標、そうですね、世の中がもうちょっと平和になってほしいですね。愛ですなるほど。と平和に平等になないかなとは思ってますけど。仏ですちょっと大雑把すぎてね。いやでも本当に細かく言うとそれはいろいろあるんでしょうけど、本当は元正せばそこだと思うんですよね。僕もそれはそう思ってます。鍵とか持ちたくないんですよね。おっしゃってましたね、前。言ってました。言ってました鍵なくても、家の鍵とかかけないで出かけられる社会がいいですね。いや素敵ですね。自転車も毎回鍵かけるじゃないですか。そこら辺ちょっと降りてどっか行くでも、確かに。いや本当ですね。暗証番号いっぱい覚えてないといけないし確かにサイトごとに設定しなきゃいけないですもんね。パスワード確かに世の中に生きてる人が、本当に一人一人が全員本当に自分がやりたいこととか、好きなことをやっててくれたら、多分悪いことする暇って多分ないと思うんですよね。なるほど。多分なんかお金を稼ぎたいからこれをやるとか、なんかそれは本当にやりたいことではない可能性が高いじゃないですか。なんか自分が本当にこう情熱持ってやれることをそれぞれがやってくれてたら、多分もうちょっと平和になると思うんですよね。確かにこのお金の稼ぎ方じゃないけど、僕も動画でよく言ってるけど、本当ね、自分の情熱持てることにこう一生懸命やってもらいたいっていうのはね、本当に思う。人生1回しかないですもんね。そうなんです、その良也さんの生き方自体に憧れる方ってもすごく多いと思うんですよね。でただ本当にみんな今の話じゃないですけど、そのお金のために仕事やんなきゃいけないとか、そういう自分の殻を破れない方ってすごく多いと思ってて、なんかそういう方に向けて、何か一言あれば。難しいですね。なんか最初の一歩を踏み出すってなんか結構本当に勇気がいると思うんですけど、でもなんかやってみたら結構何でもどうにかなるじゃないですか。意外とどうにかなるじゃないですか。わかります、それは。そこが一歩踏み出せるか踏み出せないか。でもあと年齢が高くなるとね、こう家族持ったりとか、なんかすごいローンがあるとか、確かそうですね。なんか余計一歩踏み出せなくなってくるんで、大変な人もいっぱいいると思いますけど、若くて本当にある程度自由利くんだったら、どんどんやった方がいいですね。そうですよね。そういうことです。一歩踏み出してみてくださいYouTube 以外にも、お話できる範囲で、他にどんな活動をしているのかって、結構良也さんって謎に満ちている部分も多いと思うので気になってると思うんですよね。お話できる範囲で聞かせていただければ。 YouTube 以外は、でもなんか生活してるだけですね、僕の場合は。朝起きて、ジムに行って、で帰ってきてシャワー浴びて、でなんかやってで動画撮ろうかなって思った時に準備ができたら動画撮って、でも実際こう収益ってこう生きていく上で必要じゃないですか。もちろんその収益ベースもしっかり考えつつ、その中でこうやりたいことをやるみたいな感じのイメージですかね。そうですね。憧れますね以前の動画でいや僕仕事してないですよっておっしゃってたシーンがあったんですけれども、いわゆるもう仕事と捉えてないっていう感じですか？例えば YouTube での活動とかも。そうですね、そんな感じです。仕事とはあんまり思ってないです。やっぱり多分仕事と思ってたら、もっと更新頻度が上がるはずですね。確かに何ヶ月か放置とか普通にするんで。確かにすごい放置されてます
3ヶ月動画出さないとか結構あると思うんで。ありますね。あ、でも確かにそうですね。仕事と思ってたら多分毎週出すと思いますね。いやだし、そうですね、動画1本作るのも結構大変なんで、レシピを考えて試作する時は試作をして、で食材買って、で天気が良くて周りが何もこう畑でこう農薬撒いてないとか、ガソリンのエンジンでうるさいんで、グララ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 とか一日中やってる時あるんで、そういうのが来ない日で、冬だったら灯油販売が近くにない時とか、なるほど、すごい音楽流してゆっくり進むじゃないですか。じゃあ結構新しいスタジオに来てもいろいろやっぱりそういう時間的な制約とかありますね。縫ってって感じなんですね。で冬とかは、ね、もう4時ぐらいが限界かなという感じなんで、部屋の明るさ的に。夏は結構6時とかまで撮れるんですけど。なるほど。そっか、飛行機戦闘機飛ばなくなったからだいぶ撮りやすくなったかなと思ったんですけど、まあいろいろありますよね。いろいろありますね。あとここ結構音が響くので、扇風機とかエアコンの音も入るので、夏はもう全部消して汗だらだらでこうやってったりとかする。あ、そうなんですね。冬はすごい寒くない中こうやってたりする。なるほど。ちょっとありがたく見てください。快適な状況でやってない。あんまりやってないですね。なるほど。特に亮也さんの動画は調理音すごく楽しんでなんかそういう人もいっぱいいるみたいなんで、ちょっと気を使って、なるほど。機材紹介動画ちょっと出されてたじゃないですか。今はもう機材もいろいろ変わっていてって感じなんですよね。結構変わってますね。マイクももう変わってますか？マイクも変わってます。あ、なるほど。でもロードはロードを使ってるんで、同じといえば同じですけど。なるほどなるほど。また機材紹介動画、あれ僕すごい好きだったんで。あれがいいんですか？いや、いいんです。更新お願いいたします。機材のね紹介しようと思ってるのがもう結構溜まってるんですよ。あ、そうなんですか。スライダー、電動のスライダーとか、料理の動画にちょっと使えるんですよ。あれ使ってないですか？何回か使いました。ですよね。このアップのままこういうシーンがあったんで、それが今まではできなかったんですよ。スライダーのモーター音がうるさすぎて、 G に使ってると G にもうるさすぎて使えないんですよ。ああ、なるほど。でそれが静かなのがちらほらあるんで、でタイムラプスとかにも使えるので、で買ったのがあったりとか、あとは星になりますけど、赤道儀みたいなのも買ってするんで、それも紹介したいなと思ってるんですけど、やってないですね。いや、ぜひぜひそれはまた時間ある時に楽しみにされてる方めっちゃいるんで。ですよね。これどうやって撮ってんのかな、新しい機材入れたのかなって僕も思っていたんですけど。気づきました。気づきました。微妙に動いて微妙に動いてる。微妙に。あれ昔からやりたかったです。あ、そうなんですね。けどやっぱりなくて、その音が静かな電動スライダーっていうのが。なるほど。以前横スライダーは手動でやられてたじゃないですか。やっぱ電動とこう違いますか？作業、そうか、自分でやりながら。僕の場合一人でやってるので、そうだ、もう一人誰かいればぜひスライダーもう一人に動かしてもらえばできるんですけど。そうですね。そっかそっか。もしくはすっごいいい具合に動くように重りを使って、なるほどなるほど。すっごいいい具合の重さにして徐々にやるみたいな。なるほどなるほど。そんな面倒くさいことはできないんで。そうですね。ピタゴラスイッチ作るみたいな感じになっちゃうんですよね。なるほど。では続きまして、海外へもよく行かれてらっしゃるじゃないですか。実際なんか危険な目にあったりとかってあります？ないですね。あ、そうなんですね。ないです。やっぱり人柄なんですかね。どうなんですかね。例えばこのオーロラとか撮りに行って、夜撮るじゃないですか。山の上で登ってって、で帰ってくる時に真っ暗な時にちょっと道間違えるとか、そういうのはありますけど。それはそっちの方が危険ですね。どっちかというと、さっきちょっと会話の中でも少し話出たんですけど、もう一度改めて、怒ったりとかされます？怒らないですね。怒らないですね、やっぱり。
動画のイメージだと亮也さんって怒るのかなって結構気になってる方多いと思うんですけど、やっぱ怒らないですね。怒らないですね。イライラとかもしないですね。しないですね。それって自分の人生自体を、豊かにするというか、の秘訣なのかなって最近僕は思うんですよね。なんかイライラしたところで、それが対人だったとした場合、何も生まれないじゃないですか。こっちがイラついても。生まれないですね。それってね、自分がダメージを負うだけなのかなと思うので、見習います。うちの視聴者さんから亮也さん実はちょっと街中でお見かけしたんです、でも声かけられませんでしたっていう方いらっしゃるんですけど、声かけること自体は大丈夫なんで。全然大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあ声かけてください。声かけてください。おかしいですね。大丈夫です。大丈夫なんですね。声かける方も多分気使うと思うんですよね。すぐ分かるじゃないですか。僕はすぐ分かります。いや、分かる、絶対分かりますよ。でも前、顔を隠すっていう意味ではなくて、マスクをして外出してた時があって、なるほど。その時声かけられましたもんね。分かるんですね。いや、分かると思います。でもでもあれだよね、これですごい声かけられるようになっても大変だしね。その状況を見ながらお願いしますね、皆さん。本当に。でも基本的には大丈夫なんです。全然平気です。大丈夫だそうです。これ事務所のくだりいるかな。どう思います？事務所のくだりは。多分みんな入ってると思ってないんじゃないですかね。多分思ってないし、なんかでもまとめサイトとかにも結構いろいろ載ってて、でそこで書かれてたのは、でも亮也さんはやっぱ海外の活動されてることも多いから海外の事務所入ってるかもしれないねっていうなんか推測があって。確かに海外の MCN の会社からメールよく来ますね。そうですか。最近はあんま来ないですけど、入りませんかって。でも実際もう入ってない。入らないですよね。これ今流しちゃっても大丈夫ですか？いいですよ。大丈夫ですか。ということだそうです。気になっている方多いみたいです。亮也さん事務所所属してるのかなって。確かにウームっていうイメージないもんね。事務所所属されてないともう全部自分ですね。そうなると大変なこともありますけれど、なんとかなりますね。それこそなんとかなるんですね。頑張ればそういうことです。登録者数は200万人も超えて、知らない方いないくらい本当に有名な方なんですけれども、ファンもすごい多いので、なんて言うんだろう、事務所所属されてる方ってプレゼントはこちらへみたいな、なんかその宛先があるじゃないですか。それなんかプレゼントを送りたい方って多分多いとは思うんですけど、受け入れは今されてない感じ。ないんですよね。ないんですね。あった方がいいかなとは思うんですけど、なんかあんまそういうので利用できるシステムがあんまなくって。なるほど。私書箱とか手紙だけじゃないですか。そうですね。だから、気持ちだけいただきます。なるほど。ということです。本当下世話な質問になりますけれども、彼女さん以前の動画で2年前かな質問コーナーではいらっしゃらないということだったんですけど、現在彼女さんはいらっしゃるんでしょうか？引き続きいないんですよ。いらっしゃらないんですね。胸をなで下ろしている方がめっちゃ多いと思う。よかった。俺関係ない俺関係ないですね。そうなんですね。そうなんですよ。でもしこれから彼女さんになられる方が現れたりとか、それ出会いだと思うので、その彼女さんに対しては、お肉とか普通に食べられる方、平たく言うと付き合ったりとかっていう可能性というか、そういうのはそこら辺ってどう分けて考えてるのかな。どうなんでしょうね。今となっては無理なんでしょうかね、多分。だから完全に食べないまでも、あんまり食べない人じゃないと多分話とかも合わないのかなとは思いますけどね。なるほど。食べるにしてもどういう理由で食べてるのかっていうのもありますし。そういうことです。じゃあ以前の彼女さんも同じような方だったんですか？そうですね、ベジタリアンですね。最後に付き合われたのは大体どのくらい前なんですか？かなり前ですよ。もそうなんですか。もう5年4、5年経ってんじゃないですかね。5年ぐらい経ってるかもしれないですね。そうなんですね。じゃあ今募集中ということですね。募集はしてないか。顔に焼けてる。いや
ね、俺全然候補になってないのねあとすごいこれも本当にカラオケとかって行かれたりとかされますか？僕は音痴なんでカラオケは行かないですね。へえ、音痴って全然イメージないですね。昔から好きじゃないですね。日本の曲とか聴かれたりとかされるんですか？普段から聴くってことはないですね。じゃあ音痴っていうのが信じられないですねでも大体こうやっていや僕音痴なんですよっていう人に限って歌ったら実はうまかったりするからね。音痴ですそうなんですね、多分。いやカラオケとかどこなんかなってすごいなんか気になってて。全然行かないですね。もう最後に行ったの何十年前からって感じですね。ああ、へえ。じゃあ本当にまだ若い時に行った。いや、昔働いてた会社の社長とかに無理やり連れられてああ、なるほどなるほど。それが最後だったと思います、ね。あ、本当ですか。じゃあそもそもそんなに別に好きでもない感じなんですね。好きではないですね。なるほどなるほど。だ歌うまかったら好きになるかもしれないですけどね。そうですかね、じゃあ歌は本当に音痴か。じゃあ今歌っていただいていいですねそうですよね、失礼しましたジムで結構もう昔から体鍛えてらっしゃるじゃないですか、ジムの種目もいろいろありますけれども、なんか得意種目とか好きな種目ってあります？いや、得意なのはないですけど苦手なのはいっぱいありますあ、そうなんですね足トレと上半身だったらどっちが苦手ですか？いや、どっちがっていうのはないですね。ああ、そうなんですね。じゃあでもやっぱり足はきつい、上半身は楽しいけど、まあやりすぎると痛くなる。そうですねっていう感じですかね。なるほど。足トレは確かにこの全身の疲労感が息切れますね。息切れますね。なるほど。僕もちょっとかじってたからどうなのか、ね、気になっちゃったんでありがとうございます。 YouTube でこう映像クリエイターとしてこういろんな映像をこうも発信されてるじゃないですか、僕もいろんな方のその料理動画投稿者の方見るんですけど、これは亮也さんのいろいろ参考にしてるんだろうなっていう方がすごい多いなという印象を受けていて、僕ちょっと知っている投稿者の方もその方100万人超えた方なんですけど、料理関係の方で、その方も昔亮也さんの動画の作り方とか僕も参考にして作ってるんですよっていうことをおっしゃってたので、参考にされてるクリエイターの方とかいらっしゃるんですか？今はもうほとんど見ないですけど、昔は結構 Vimeo で動画を探して、やっぱり YouTube より Vimeo の方がおしゃれでかっこいい動画はすごく多いので、そういうのをバーっていろいろ見て、料理に限らずいろんなのを見て、映像の作り方とか、音の入れ方とか、なるほど、なんかそういうのを見て、色のカラーグレーディングの仕方とか見て、誰もやってないことをやりたかったので、今の自分の場合は料理動画は基本的には映画と一緒にしてあるんですよ。だいたい1対 2.33 か35っていうちょっと横長なやつで、ちゃんと24フレームで撮って 24p かで、シャッタースピードもちゃんと50分の1に設定して、でちゃんとログで撮って、で 4K で撮ってっていう料理動画を作ってる人は多分いまだにいないと思うんですよね。そのやり方でやってる人って多分いないと思いますね。映像の作り方っていう観点で勉強した方がもっと多分幅広がるんでしょうね。そうですね。今ねこう動画やられてる方も、僕も含めてですけど、だってやっぱね、どんなにこう真似をしようと思ってもそれは本家には絶対勝てないわけだしそうよく言われるしね、これ亮也さんの真似でしょみたいなそうですみたいなキッチンとかねキッチンはもう真似というか、もう同じもの作りたかったからそうなんですね。そうなんです前の家の感じのDIY で作られてたじゃないですか、僕も同じように動画を見て柱立てて、僕ちょっとあれだよね、携帯にないかな、私ね、ちょっとでも僕映像の雰囲気で言ったら前の家の方が好きなんですよね。あ、そうなんですか。このスタジオって明るすぎて、確かに明るいですもんね。
光は一方向から入ってきてほしいんですけど、ここってもう全方向から入ってくるんで、確かに確かに、なんかこう陰影みたいな影ができにくい、だからちょっと雰囲気を作るのにちょっと大変。アングルすごいよく見えるアングルとかも結構限られてくるんですよね。ああ、なるほど。このスタジオの場合だとこのそのカメラが置いてあるところからこっちを撮ると、あそこがもう逆光になっちゃうんで、映像的にはなんかいまいちなんですよ。だから僕こっちに引っ越してきてからは多分このアングルで料理ってほとんど撮ってない。だいたいこっちかこっちか、確かに確かにこっちか、ちょっと斜めか、多分それが多いと思うんですけど、なんかどうしてもそうなっちゃうんで。なるほど。だから今あそこを全部塞ぐか、それからこのテーブルをここが明るすぎるんで、このテーブルをこっちに持ってってここで料理をするか。そっか、だいぶ違いますね。ここちょっと明るすぎ、本当に明るすぎるんで、ちょっといろいろ考えてる。うちになんかもう1年ぐらい経っちゃってでも確かにその映像の雰囲気が違いますもんね。こっちの方がなんかまあ明るい明るくて感じにはなっちゃいますね。そうですね。いや、この感じもすごく透明感があっていいですけどね。僕はすごい好きですけど、こんな感じで僕も作ったんですよね。この壁紙まで。壁紙、そうですね。やりましたね、僕も。そうです。いやあれだね、りょうやさんに見ていただく日が来るとは思わなかったね。いや、もうなんかね、恥ずかしさは通り過ぎちゃうね。もうなんだろう、もう参考にしてとかじゃなくて、もうそのものも丸パクリみたいな。そうだから、ね、今の住まいも、間取りというか、その感じに限りなく近い物件を探したんですよ。引っ越したんですか？引っ越したんです。すごいですね。引っ越して家具入れる前にまず DIY の木材入れて、まず壁作ってっていう感じだったんだよ。あの感じを再現したいがために今のとこにしたので。でも前の家は僕ももう引っ越すつもりなかったんですよ。そうなんですね。つもりはなかったんですけど、間取りたまたまなんか賃貸いいのないかなと思って引っ越すつもりはなかったんですけど見てて、で見たらもう完璧と言ってもいい間取りで、マンションだったんですけど、マンションの前が道路がなくて一軒家だったんですよ。だから家の前を誰も通らない。なるほど。静かだから動画が撮りやすいで、間取りもすごくいいから、でもうすぐ決めて引っ越して、そうなんですね。一から作ってなるほどやりましたね。ご本人がご存知か分かんないですけど、DIY での板壁の作り方、あれを参考にされてさらに動画を出している方すごい多いですよ。そうなんですか。はい、DIY を専門にしているチャンネルの方も書いてありましたけどね、概要欄にりょうやさんのこの動画を参考にしましたみたいな感じでくらい、でも本当にすごい影響力本当に。だからあれはでもいいですよね。あれいや本当素敵ですね。壁に穴も開けずにいい感じに壁が作れる。いやそうですね。本当動画からね、住まいが変わった方どれぐらいいるんだろうね。ちょっと最後になるんですけど、前の質問動画かなんかで確か答えられていたと思うんだけども、違ったらすいません。でその時に誰かがなんか主催してくれれば、別にそういうファンミーティングみたいのはいいですよみたいな、確かおっしゃってたと思うんですけど、今もその気持ちは変わらない感じなんですか？そうですね。なんか企画とかで今ありますか？ないです。ないんですね。やっぱりなんか自分のやりたいことにすごい時間使いたくなっちゃうんで。じゃあそれ僕主催してもいいですか？全然いいですよ。本当ですか？オフ会聞きました。オフ会本当ですか？全然なんなら僕もすごいやってって言われるんですよ。それやってくださいってすごい言われて、で結構海外の人が行ってくるんですよね。やっぱりなんか例えば台湾行ったら台湾の人がオフ会やらないんですかみたいな感じですごいメッセージ来るから、日本は日本で、でも日本人の人はあんまりオフ会やってって言わないですけど、もう間違いなく集まるんで。そうですか。もう間違いないです。はい。
全然チャンネルも動画更新してないんで、もう多分人気もこうすごい低迷してると思うんですよ何をおっしゃいますかすごい低迷してると思うんですよ。いや自分はなんかそういう風に感じてるんですけど。そうですか。いや全然そんなことないです。会ってみたいっていう方は僕のチャンネルの視聴者の中でもものすごく多いので、じゃあ主催させてくださいって。ぜひぜひ、はい、これをね密かに言おうと思ってたあ、そうですか。ありがとうございますね。それに会えない人みたいな感じ、いや本当それが一番だと思う。僕みたいになんかお店やってたりとかすると会いたい人が来る、そう来てくれたりとか来るんですけど、会えないもんね。事務所に所属をしてなければ余計にコンタクトもねなかなか取れない確かに。まあ真面目にじゃちょっと企画考えるので、ぜひ、はい、じゃあまあこんなとこかな。もう大丈夫ですか？大丈夫だと思いますまあでも今日は本当、まあ、僕得の動画になりましたけどこれは完全にでもねオフ会の話、これ多分本当みんな喜びますかね。いやもう絶対喜ばせますもうでも本当喜ぶ方多いと思うので、これは私が責任を持ってなんていうのこれオーガナイズそうです。オーガナイズしますので、はい、皆さん乞うご期待。会えますよ、りょうやさんに。じゃあそちらもまたよろしくお願いいたします。はい、お願いします。じゃあ今日本当に質問いろいろさせていただきましたけど、ありがとうございました。全然貴重な時間でしたね、はい、あっという間だったんじゃないですか皆さんということで今日はりょうやさんとの対談動画でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでございまして、まあ本編ねご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当に動画でね、もう動画の今回結構すごいね長い動画になったと思うんですけれども、実は動画で話した以外にもすごいねおもてなししていただきまして、チェロの生演奏を聴かせていただいて、ピアノの生演奏を聴かせていただいて、まありょうやさん知ってる方だったら必ず知ってるエスプレッソマシン、コーヒー入れていただいて、もうほんといろんな会話させてもらったりとかね、あと今編集中の、まあ、とある映像をね編集中の画面見せていただいたりとか、おもてなしをしていただきましたね。本当ありがとうございました。ありがとうございました。いやもう終始顔がにやきてね多分ねこの本編まだ僕編集やってないんでね見てないですけど、多分気持ち悪い顔してんじゃないかなと。いやもうずっと目尻も緩みっぱなし、口元も緩みっぱなしね、ときめいてましたよ。いやもうねいまだにちょっとなんていうの、ちょっと感覚がないのね、あえてしかもスタジオに行けたっていう、確かになんかねちょっと夢見心地な感じだから、本当にね撮影が大体1時間弱ぐらいだったんですけど、もうあとの3時間は本当いろんなねいろんな話とか本当にすごくねよくしていただいて、でもうねりょうやさんのね頭の中がすごいさまざまなことがこう組み立てられていてね、その片鱗をちょっと聞かせていただいたんですけど、まあやっぱり日本のトップ走るクリエイターの方っていうのはやっぱ違うね、その準備段階というか構想段階でのこの格の違いをね本当思い知りましたね。でもそれはさガツガツしてるんじゃなくて本当にワクワクしながらやってるって感じ。もう自分のやりたいことをどんどん形にしていこうっていう感じだよね。だからもうなんかね、いや本当に人生を楽しんでいて、もうキラキラしてました、ね。いや本当に。で本編でもありました通り僕の方でしっかりちょっとね計画練ってりょうやさんのオフ会ね開催しようと思いますので、お任せください。この私めに完全に黒子に徹してね手配しようと思いますので、乞うご期待。撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にまた次回の動画でお会いしましょう。